かわいいパティーンチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。宇城和樹です。今日は簡単にできる闇ドーリーメイクについてご紹介いたします。それではどうぞ。使っているカラーコンタクトは韓国のビビコンさんのグレーのものを使っております。 16.5mm のやつを使ってます。最近このコンタクトにめちゃめちゃハマっていて、もうどんな時でもこれをずっと最近使っていて、どういうシチュエーションですね。どういうシチュエーションにも合うので、最近これずっとリピートしてます。めっちゃおすすめです。シチュエーション。最近日差しが強くなってきたので、こちらの日焼け止めを使っております。ハッチさんの日焼け止めです。めちゃめちゃ伸びが良くて、なんか塗り心地が爽やかなので、すごいこちらもリピートしてます。次にこちらのワンデイブライトナーを使いました。実はすごい地黒なので、ちょっとでもトーンアップしようと思って最近これを使ってます。これを日焼け止めの上から全体的に顔に伸ばして、さらに首まで伸ばして、最終的に手の甲とかもちょいちょい伸ばして使ってます。はい、次にケイトのファンデーションパウダースキンメーカーを使いました。こちらも最近すごく気に入っていて、リキッドファンデーションなんですけど、塗った直後にサラサラパウダーファンデーションみたいになって、一石二鳥三鳥みたいな感じですごい使ってます。これを手で全体的にまんべんなく押さえるように塗り込んでいきます。使ったコンシーラーはキャンメイクカラーミキシングコンシーラーです。こちら色が3色入っているんですけども、私は目のクマがめっちゃ気になるので、重点的と小鼻の横の影のところと、あと口元若干色がくすみやすいニキビのところにしっかりと塗っていきました。こちらも塗ってから指で伸ばしてまんべんなく目立たないように隠していきます。次に眉毛に行きます。使った眉毛はケイト 3D アイブロウカラーです。こちらを眉毛に前後しっかりと塗っていきます。眉毛はちょっと太めにしたかったので、しっかりと塗っていきました。往復することですごい塗りやすくなるので、前後しっかり一本一本塗るようにやってみました。セダンナさんの太芯アイブロウさんです。もうこれはもうずっとこれしか使ってないんじゃないかレベルでお気に入りのアイブロウとなっております。太芯なのですごい描きやすいし、斜めになっているので太くも細くも描けるし、眉毛をちょっと平行に太くなるように描いていきます。バランスが難しいですね。これすごいおすすめです。眉毛が終わったので目のメイクに行きます。今日使っているアイプチはこちらの絆創膏タイプの300円均一で買ったアイプチを使ってます。最近いろんなアイプチを使ってるんですけども、のりのタイプで一回かぶれてしまってから、この絆創膏タイプに戻ってきました。目頭にちょっと貼ったら癖づくので、右と左ちょっと貼ってます。今日のメイクのポイントは、涙袋をめちゃめちゃ濃いめに作りたいなと思ったので、涙袋はしっかりと作っていこうと思います。キャンメイクライティングリキッドアイズ02というものを使いました。これをしっかり本来自分が持っている涙袋プラスアルファの位置ぐらい、はみ出すぐらいの位置でしっかりと塗っていきます。目の真下のところですね、ちょっとさらに多めにしてぷっくりと立体的になる印象になるように塗っていきます。次にこちらマジョリカマジョルカさんオープンヨアアイズのアイシャドウを使いました。目の下に少しオレンジ味を出して血色を良いイメージにしたかったので、こちらの色を使いました。この発色がすごく良くて、ギラギラしすぎず薄すぎず、すごい個人的に好きな色なのでこれを使ってみました。これも全体的になじませるイメージで軽くのせていきます。マジョリカマジョルカさんのカスタムアイズのアイシャドウ、真っ白ですごいキラキラが入っていて、とてもこちらもお気に入りです。これも目の下のハイライトになる部分に重点的に置いていきます。これを塗ることによってさらに立体的な印象になるので、すごい可愛いのでおすすめです。続いてケイトのデザイングアイブロウ、こちらの色を使って目の下に影を作っていきます。目の下の涙袋は立体的に作ったんですけれども、影も立体的に作っていきます。目の下のところだけ濃いめに塗って、あとはちょっとぼやかすようにシュシュシュって感じでブラシで引いていきます。目の涙袋がやっと終わったので、アイシャドウをどんどん引いていきます。ジルスチアートさんのジュエルクリスタルアイズというものを使いました。普通のアイシャドウよりもラメが多くてすごいキラキラな印象になるので、とても可愛いです。こちら目の下の際の部分にしっかりと一番濃い色を入れていきます。さらにちょっとはみ出して下の方にどんどん入れていって、上もしっかりと引いていきます。続いてアイシャドウ、ケイトさんの
メタルグラマーアイズです。こちらもラメが入っておりまして、すごい可愛い色となっております。先ほどの色よりもちょっと暗めな色が入っているので、こちらをアイラインのところにしっかりと引いていきます。上からまたさらにアイライン入れるんですけども、縁を描くようにしっかりと目の周りを形付けていきます。こちら使ったアイライナーは D アップさんのアイライナーです。こちらも目の周りをしっかりと囲んでいくんですけれども、今日は目の周り、目のこの石灰ラインの部分のところから目尻までしっかり引いて少しだけはみ出します。可愛いので今日は垂れ気味にはみ出してみました。さらに下の方もアイラインしっかりと描いていきます。ポイントは少しずつ太めにして描いてます。これもさらに立体的にしたいので、目の上の部分、下の部分のところだけちょっと濃いめに描いてます。続いてモテマスカラのコームタイプでまつげを塗っていきます。上はまつげエクステをしてるので触っていないんですけど、下のまつげにしっかりと塗っていきます。一本一本長く伸ばすようなイメージで、これは本当に純粋にしっかり塗っていきます。ケイトさんのスリムクリエイトパウダーを使っていきます。これはもう本当にお世話になっております。ハイライトを塗る部分は鼻筋、特に鼻の一番先っぽにちょっと多めに塗ってみました。あとはほっぺたと顎、アイホール、凹凸がある部分にしっかり塗っていきます。で、シェーディングなんですけれども、こちらも小鼻の横とほっぺたにしっかりと塗っていきます。なんか塗りましたってならないようにまんべんなく散らして手でしっかりと流すのがポイントです。人中のこのところですね、ここに塗っていきました。セザンヌミックスカラーチーク04というものを使いました。いろいろ入っておりまして、主に使ったのがこちらのエンジっぽい色が重点的にくるようにハケを回して使いました。塗るポイントはほっぺのちょっと上の方、ぐわーっとなるように上の方に塗る方が可愛らしい印象になるので塗っているのと、今日はさらに横の方まではみ出してたくさんの範囲で塗っております。そして今日さらに使ったのがマジックパウダールージュレッドです。こちらのチークを先ほど塗ったチークの上から一番頬骨が出ているところにちょんと置いて、さらに血色を加えました。闇可愛いドールメイク的な感じにしようと思ったので、ダークなイメージになるようにくすんだ赤を使いました。使ったリップはケイトさんのカラーハイビジョンルージュを使いました。こちらの色がですね、少しくすんだような赤色をしていて綺麗だなと思ってこの色にしました。これを唇全体に塗っていきます。口角を上げるイメージでほんの少しはみ出すようなしっかりと描いていきます。先ほどお顔に使ったケイトさんのスリムクリエイトパウダーを使いました。これは唇を立体的に見せるために使いました。使った場所は唇の凹凸の部分、縁の内の側のところと縁の部分に暗い色を出します。そして明るい色はハイライトとして真ん中のところに入れてます。あと人中ラインもついでにしっかりとハイライト、ローライトを入れて唇を少し立体的に見せてます。そして髪の毛はですね、今日はハンハップツインテールみたいな感じにしてみました。前髪をちょっと流行ってるようなシースルーバング的なものにしてみました。前髪はアイロンをして少し内側に入れております。で、このハンハップツインテールもちょっと量を多めにとって存在感を出しております。使ったヘアアイロンはこちらと 19mm のコテを使って内巻きにどんどんカールを作っていきます。全体的に結構カールがつくようにしっかり作っていきます。あとリボンですね、いい感じにつけて完成です。ご覧いただきありがとうございました。今日ご紹介したのは簡単にできる闇ドールメイクでした。今日のメイクのポイントは全体的にちょっとシックないい感じの雰囲気になるような、インスタとかに載せるときに少しだけ加工するだけでも映えるようなメイクにしてみました。今日の服はシースルーな感じでリボンと合わせて全体的に黒めにしております。かわいいパティーンチャンネル、他にもたくさん動画がございますので、もしよろしければぜひご覧くださいませ。そしてチャンネル登録、コメント、評価ぜひお願いいたします。それではありがとうございました。宇城和樹でした。またね。